このチュートリアルでは、シネマ 4D でキューブが転がるアニメーションをエクスプレッソを使って効率的に作成する方法を解説していきたいと思います。今回作るリグではこのように、一つのスライダーで転がるアニメーションを管理することができて、途中で転がる向きを変えることや、転がる回数も延長させることができるような構造を作っていきたいと思います。まずはじめに、平面オブジェクトを作成します。サイズはとりあえず100センチで、分割は1にしておきます。続いてヌルオブジェクトを作成して、エクスプレッソタグを追加します。ヌルオブジェクトにユーザーデータを追加して、名前はサイズにしておきます。データタイプはフロートで、インターフェースはスライダー付き、単位は実際の距離でデフォルトの値は100センチにしておきましょう。さらにもう一つユーザーデータを追加します。名前はロールにして、インターフェースは同じくスライダー付き、単位は実数にしておいて、マックスの値は転がる回数によりますが、今回は20にしておきます。スライダーマックスにチェックを入れて、リミットマックスのチェックを外すことで、スライダーの上限を超えた値を入力できるようにしておきます。これらのユーザーデータは頻繁にアクセスするので、アンドックして、この辺りに置いておきます。そうしたら、エクスプレッソにヌルオブジェクトを入れて、先ほど作ったユーザーデータを追加しておきます。平面オブジェクトも同じように入れて、サイズの値を平面オブジェクトの幅と高さにつないでおきます。次に、ロールの値を角度に変換したいので、レンジマッパーノードを追加します。ロールの値をつないで、レンジマッパーのアウトプットは角度にし、入力が0の時は90度、1の時は0度になるようにしておきます。変換された値をこの平面オブジェクトの角度の値につなぐのですが、フローズントランスフォームのローテーション P をつなぎます。これで、ロールの値を動かすことで平面オブジェクトが回転するようになりました。続いて、マスノードを追加して、サイズの値を一つ目のインプットにつなぎます。そして、ファンクションを割り算にして、二つ目のインプットを2にします。サイズの値を2で割った結果をプレーンの Z 位置につないでいきます。フローズンローテーションと Z 位置を組み合わせて、このように任意の軸で回転させることができます。ロールの値が1を超えた時に平面オブジェクトが地面に埋まるようになってしまっているので、これを防ぐために、レンジマッパーのクランプのチェックボックスをオンにしておきます。こうすることで、プレーンオブジェクトの角度が90度から0度に制限されました。ロールのスライダーのステップが少し大きすぎて調整しづらいので、ユーザーデータを調整して、ステップの値を 0.01 にしておきます。もう一点、平面オブジェクトのフローズンポジション Z のポートを追加して、サイズの半分の値を入力しておきます。これでキューブの1ローリング分のトランスフォームの設定が完了しました。続いて、平面オブジェクトを複製して元の平面オブジェクトの下の階層に入れます。同じ操作をもう一度行って4つの階層の平面オブジェクトを用意します。これらの平面オブジェクトに対してエクスプレッソの設定を適用していきたいんですが、一つ一つ設定するのは面倒なので、階層ノードを使って一括で管理していきたいと思います。階層ノードはオブジェクトの階層構造を任意のパターンで繰り返し処理することができるノードです。まず一番上の平面オブジェクトをプレーンスタートと分かりやすい名前にしておいて、階層ノードのリファレンスにプレーンスタートを指定しておきます。スタートパスは空欄で、イテレーションパスはダウンの D にしておきます。そうすることによってプレーンスタートから順番にダウン、
ダウン、ダウンというように、下の階層に向かって繰り返し処理をしてくれます。そしたら階層ノードのオブジェクトアウトプットを平面のノードのオブジェクトにつなぎます。そうすると、それぞれの平面オブジェクトの座標が影響されたことがわかります。ただ、少し座標がおかしくなっているので確認してみると、位置と角度に余計な値が入ってしまっています。これらのプロパティの値は常に0であってほしいので、ここもエクスプレッソで管理していきます。平面オブジェクトの位置 x、位置 y、角度 p、角度 b のプロパティのポートを追加して、これらに0の値を入力したいです。コンスタントノードを追加して、値が0になっていることを確認したら、4つのポートにつなぎます。こうすることで、余計なプロパティの値が0で固定されるようになりました。ロールの値をアニメーションさせてみると、このように、すべての平面オブジェクトが一括でコントロールできているのがわかります。ただ、今回はキューブが転がる動きを作りたいわけなので、これらの平面オブジェクトが回転するタイミングをずらす必要があります。一つ目が回転し終わってから次の平面が回転し始めるように、アニメーションのタイミングをずらしたいです。そのためにはこれらの平面オブジェクトのインデックス番号が必要です。しかし、階層ノードはインデックスを出力することができないので、今回は少しトリッキーですが、複数の階層ノードを使ってインデックスを計算する方法を紹介します。階層ノードを複製して、一つ目から出ているオブジェクトを二つ目のオブジェクトインプットにつなぎます。リファレンスはクリアして、スタートパスをアップの U、イテレーションパスも U にしておきます。こうすることで、現在処理されている平面オブジェクトの親の階層の数を計算することができます。ノードの名前をペアレントレイヤーカウントとしておきます。ただ、この方法で注意しなければいけないのは、この平面レイヤーの階層構造自体が他のオブジェクトの階層の中にあった場合、親の階層の数が余計に増えてしまい、正しいインデックスになりません。そこで、一番上のプレーンスタートより上の階層の数を数えて、その値を引くことで、正しくインデックスに相当する値を計算することができます。もう一つ階層ノードを複製して、リファレンスをプレーンスタートにします。ノードの名前もエクストラレイヤーカウントに変えておきます。これらの2つのカウントをマスノードで引き算することで、現在処理されている平面オブジェクトのインデックスに相当する値を得られます。さて計算したインデックスを使って、平面オブジェクトの回転のタイミングをずらしてみましょう。マスノードを追加して引き算にし、ロールの値からインデックスの値を引きます。その結果をレンジマッパーにつなぎ直して、ロールの値を変化させてみると、このように平面オブジェクトが順番に回転するようになりました。試しに平面オブジェクトの階層を増やしてみても、正しく動いていることがわかります。途中の平面レイヤーを選択して、90度回転させてみます。このように途中で転がる方向を変えることもできていますね。自由なルートで、キューブが転がっていく様子がだんだん見えてきました。インデックスの計算をしているマスノードの名前をわかりやすくインデックスにします。もしくはスパイノードを使って、名前をインデックスにしておいてもいいかもしれません。さらに階層を増やしたりルートを変えてみて問題ないか確認しておきます。さて、ここでいよいよキューブオブジェクトを作って、この平面オブジェクトに追従させてみましょう。平面オブジェクトたちは表示タグを使って目立たないようにしておきます。キューブオブジェクトをエクスプレッソの中に追加して、ユーザーデータのサイズの値をキューブオブジェクトのサイズにつないでおきます。キューブオブジェクトにコンストレイントタグを追加します。トランスフォームコンストレイントを選択して、ターゲットに一番先端の平面を指定したいのですが、
後々階層を増やしたりした場合に先端の平面が変わる可能性もあるので、ここはエクスプレッソで指定します。コンストレイントタグを追加してターゲットのポートを作り、階層ノードのオブジェクトをつなぎます。こうすることで、一番最後に処理をされたオブジェクト、つまり最下層の平面オブジェクトがターゲットに指定されるようになります。そして、コンストレイントのオフセットの値も設定します。1Y のポートを追加し、サイズの半分の値をオフセットします。少しノードの位置を整理しておきましょう。これで、ロールの値を動かした時にキューブが一番先端の平面オブジェクトに追従して転がっていくようになりました。転がる向きを変えてみても問題なく動いています。これで今回の仕組みがほとんど完成しました。最後におまけとして、キューブが転がるときに少し反動する動きの設定もしてみましょう。まずロールのパラメータにキーフレームを打ってアニメーションをつけてみます。このように現状ではキューブが一定の速度で転がっているのがわかります。レンジマッパーノードを選択してスプラインのプロパティにカーブを追加してみます。一旦キーフレームのタイミングを少し調整して、再生しながら調整していきます。レンジマッパーのカーブを調整したことでキューブが回転する動きが少し変則的になりましたね。スプラインをもう少し編集してみて、バウンドの動きをつけてみます。するとこんな感じで、キューブが転がるたびに少し弾む動きを作ることができました。ということで今回は、一つのパラメータを動かすだけで、キューブが自由な方向に転がっていくアニメーションの仕組みを作ってきました。サイズを変更したり、転がる方向を変えたりしても、壊れることなく、動いてくれる仕組みが完成しました。ご視聴いただきありがとうございました。